こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、可愛らしいイラストですよね。たきるさんの作品で、タイトルは無題。趣味で絵を描き始めた学生です。これは半年前、私が初めて描いた女の子、オリキャラです。初めてにしてはうまく描けたなと自分でも自信があるものです。よろしくお願いしますとのことです。はい、たきるさんご応募ありがとうございます。デジタルのねイラストですが、ちょっとアナログっぽい紙質なんかも使って情報量をねうまく上げて制作されていると思います。はい、素晴らしいです。でその上でどこを添削していくかなんですが、たきるさんはイラストを半年前に始めたばかりということなので、あまりね小難しいことをいっぱい言ってもそんなこといちいち考えていたら絵を描くのに窮屈になってしまうよって思うかもしれないので、今回はね単純にこの絵をもっと可愛くするためにちょい足しでプラスアルファでねできる考え方をお伝えしながら添削させていただこうと思います。この動画を見ていただければ、自分の絵にちょい足ししてもっと絵を可愛く魅力的に、自分が見ても他人が見ても満足できるイラストにしていただけるようになると思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。はい、まず早速ですが、僕が最初にこの絵にちょい足ししたいのはこれですね。描いてみましょう。はい、腕です。これ現実でもそうなんですが、特に女の子って写真撮るときにね顔の近くに手持ってくるじゃないですか。あれっていろいろな理屈はあるんですけど、要するにそうすると可愛く見えるからです。手ってねいろいろな感情を表現できたり、あとは顔の横に持ってくることで小顔に見せたりと、理由はいろいろあるんですが、結果的にね顔が可愛く見えるわけです。なのでそれを利用しないのはもったいないです。顔の横にね手を描くだけで可愛さがアップするんですから、素直にね描いちゃいましょう。こうやってね萌え袖みたいにほとんど手を隠しちゃえば、描くのもねそんなにめんどくさくないと思いますので、これはねおすすめです。はい、もうなんかこれだけでちょっと可愛く見えますよね。さてちょっとここからはいろいろな派閥がねあるので議論が分かれる部分かもしれませんが、ですねこのイラストちょっとですね、ここにこういう風に影が入っているんですが、ですね、胸を強調するために胸の直下にこういう影を入れると、なんか作者の胸描きたい欲がことさらに強調されることになるので、なんというかね見ている人がちょっと引いちゃう時があるんですよね。いや、そのちょっと分厚めの服着てて、ここにそんな風にくっきりとした影が落ちるなんて、一旦この部分をグッと意図的にすぼめなきゃそんな不自然な影できないっしょって思うので、なんか自然法則に逆らってでも無理やりちょっとエッチな感じにしたいみたいな意図がちょっとだけね見え隠れしちゃうんですね。なのでなんか見ている人はね、なんか作者のむっつりスケベな感じが見え隠れしてちょっと嫌だみたいな風に思いかねないんですよ。なので僕はですね、どっちかに振っちゃった方がいいと思っていて、一つはねもう清々しいほどに自分の性癖を包み隠さずにあらわにして、いわゆるね乳袋を描いてしまうようなそういうパターンですね。ちょっとね僕自身描いたことがないので細かい部分はさておきとしてですが、要するに説明のために描くとですね、こんな感じのやつです。はい、もう物理的にねその服そんな風にならんやろっていうツッコミはありそうですが、胸の一つの描き方としてねこういう風に描く派閥はありますよね。でもうなんかここまであからさまに胸を強調して描くとですね、お前胸めっちゃ強調して描くじゃんみたいなツッコミをすることすらもうなんていうか野暮なので、なんかむっつりな感じっていうのを通り越すことができて、むしろ清々しいほどにエッチな人になります。その方向が一方であるのと、いや俺はそんな風になりたくないっていう人もいると思いますので、そういう人はどうすればいいのかっていうと、こうするのが不自然じゃなくていいと思います。はい、胸の直下にねはっきりとした影を描かないっていうことですかね。僕が描いたのは比較的リアルな感じの描き方なので、なんていうかアニメ文脈をあまり踏んでない人でも受け入れやすい描き方だと僕は思います。
一応補足的に説明すると、こう乳袋とリアルの中間あたりに位置する書き方として、こういうのもあるとは思います。はい、こういうやつですね。これ名前なんて言うんでしょうね。袋ほどじゃないから、乳袋じゃなくて乳カップとかかな。こういうのもあると思うので、自分の好みの書き方をね、こう模索してみてください。はい、今回はこれでいきます。はい、長々と語ってしまいましたが、この辺ってね、見る人によってはこう気持ち悪さだったり嫌悪感だったりかき立てられるというか、受け入れられやすさに関わる割と大事な要素だったりするので、あえてね語ってみました。気にしてみるといいと思います。あとですね、服でもう一個、このフードから出ている紐がちょっと変なので、これもね修正します。はい、紐もねちゃんと厚みがあるように書いた方が違和感が少なくていいと思います。絵柄にもよるんですが、書くのが面倒だからといって一部だけをねこう極端にデフォルメしたり簡略化してしまうとすごく気になるので注意です。はい、服はこのぐらいにして顔の添削に移っていきます。まず僕が気になったのはですね、ここでしょうか。ちょっと変形を加えてみます。はい、顔の位置をですね右下にちょっとずらしました。かなり無意識的な部分になってくるので、人に言われないと気づかない部分だったりするんですが、たけるさんの顔は左上にですねこうブヨーンと肥大しがちだと思います。はい、ただねこういうことを言うとこれ否定されているように聞こえるかもしれませんが、全然そういうことでもないんですよ。むしろそれがね独特な可愛さにつながっている部分でもあるので、全部直す必要はないんですが、俺ってそういう癖あるなっていうのは自分で認識しておいた方がいいと思います。なので今回はねちょっとそれを直すとどうなるのかお見せする方向で進めていきますが、絶対にこうしなきゃいけないっていうわけじゃないので、そこはね押さえておいてくださいね。ほっぺたがねこう左側に肥大する癖をとって、もう少し普通のデフォルメ感に寄せてみました。実際はねこの中間あたりを狙ってもいいかもしれませんね。さあ顔を右に寄せたので、少しこう頭の形にも違和感が出ました。修正します。はい、頭の形もそれに伴って修正しました。あとちょっと髪型にもですね関わってくるんですが、可愛さのちょい足し要素として髪の毛の毛先を遊ばせてみる、少しウェーブをかけてみるっていうのも一つの手だと思います。やってみます。はい、こんな感じ。ストレートヘアでねこうサラサラっとしている髪の毛だとしたらこうはしていないんですが、添削前の髪型はこう一本一本の毛束に分厚みがあって結構ねしっかりとした毛束だったんですが、こういう髪の毛でね一本一本の毛束の間に空間がないとちょっとこうヘルメットっぽいっていうか、硬くてこうゴワゴワした印象にもつながりかねませんので、こんな風にね少し空間を空けて緩くウェーブがかかったような髪の毛に仕上げると、いくらかね軽い印象になって可愛さが出ると思います。あとちょっと髪の毛が重たい理由に色のね問題があると思います。例えばこうしてもいいかもしれません。はい、毛先の色をちょっと変えてみるですね。添削前は前髪の色と後ろ髪の色全く同じだったので、ちょっとそれもあって重ために見えてしまって可愛さを損なう要因の一つになっていました。前髪の色よりもね少し明るい色のグラデーションをかけてあげると重たくなりすぎる印象を和らげることができるのでおすすめです。あと変化をつけるという意味ではこういうのもいいかもしれません。はい、ハイライトにもちょっとだけ色をつけてみるですね。これは好みによってですが、完全に白いハイライトじゃなく少し色味をつけてあげることで個性的にすることができると思います。たけるさんの絵は色が独特なので、こういったハイライトの処理をしてみてもご本人の好みに合うかと思ってちょっとやってみました。はい、色味はね好みですのでいろいろとアレンジしてみてくださいね。さて次は前髪です。前髪の長さがちょっとこう中途半端なので、これもどっちかにした方がいいと思います。やってみます。
はい、今回は少し目にかかるかかからないかのところまで下げてみました。リアルな人間で考えるとちょっと考え方が違うかもしれませんが、アニメキャラの場合には結構ね、この空間が可愛さを損なう原因になったりするんですよね。おでこを出すなら出す、前髪を作るなら作るではっきりさせた方が可愛くなりやすいと思います。あとですね、ちょっとこれ細かいことなんですが、ちょい足し要素としてこれも意識するといいと思います。はい、このですね、前髪の毛束は若干細かくしてあげると繊細な感じが出て良いです。そうですね、この辺りの面積、このね、顔にかかるようなこの辺りの面積はその他の情報量と比べて上げてあげた方が完成度が高く見えますので、前髪、目、鼻、口あたりはかなり細かくね、描くように意識してみてください。あとこれも若干違和感につながっていると思うんですが、口の位置、口の描き方でしょうかね。この辺りのポイントも若干最初の時点ではこれ鼻なの口だよねっていう迷いにつながってしまっている部分があると思いますので、雰囲気だけでもね、鼻を描き足してあげると見ている人に対しては親切だと思います。やってみます。はい、鼻を描き加えました。でこれを起点に口の位置というかね、線の太さとかでしょうかね。はい、それがね微妙な調整なんですが、調整してみます。はい、どうでしょう。結構ね、自然な形に収まった感じがするのではないでしょうか。はい、さあ、ここからかなり細やかな調整に移ってきます。最後なので、頑張ってついてきてくださいね。細かいですが、今回の肝になるような添削です。目の添削に移りますね。はい、目はですね、よく描けていると思うんですが、ちょっと気になる点として、目の中の色のサイドと髪の毛のサイドがちょっと似通ってしまっているっていうのがあると思うんですね。特に髪の毛の青もサイドが高く、ぐぐっと前に迫ってこようとしていて、で、目の中の青もサイドが高くて同じようにこっちもググッと前に出てこようとしているっていうのがあると思います。でそれも相まって少し平面的に見えてしまっているっていう問題があると思うので、あえてですね、目の中のサイドを少し押さえてあげてバランスをとってあげても僕はいいんじゃないかと思います。やってみます。どうでしょう。今の調整でちょっとだけ目が奥に引っ込んで少しミステリアスな雰囲気が追加されたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。はい、これですね、実はかなり細かいニュアンスの話をしているので、逆についてこれたらこれすごいなと思うんですが、要するにサイドが全部高い高い高いだと全員が全員こう主張してしまって調和が取れない感じになってしまうんですよね。なので一箇所でサイドが高い部分を作ったら逆にサイドを低めてあげる部分も作って差を作ってあげた方が絵が立体的に見えるよという話をしています。さあ、まつげの調整です。下まつげも少しだけ薄くします。はい、これもさっき言ったサイドの話と似ているんですが、こっちは明度ですね。上のまつげと下のまつげの明度、暗さがさっきは似通ってしまっていたので、これもね、どっちも主張しすぎていて絵が平面的に見える原因でした。なので下まつげを若干薄めに明るめにすることによって上のまつげよりも主張を弱めて立体的に見せることができます。で、最後上まつげの調整ですね。はい、こんな感じ。この辺りの情報量は上げた方がいいとさっき言いました。ほんの少しですが書き込みを増やして繊細にしてあげました。あとですね、ここ忘れてました。眉毛描いた方がいいと思います。はい、こんな感じです。眉毛がないとさすがに不自然なので、眉毛簡単にでいいのでね、描いた方が違和感が発生しにくいと思います。あとですね、ちょっとこれも好みによるところがあるんですが、チークですね、少し赤みを足してあげるとより魅力的に見えると思います。はい、あまりにもね不自然に赤くしてしまうと時の場所によっては、それで文句を言われるっていうことも見かけますので、あまり強調しすぎないようにするのがいいかもしれませんが、でもね、全く赤みがないとそれはそれで魅力が減ってしまうことにもつながりますので、若干ニュアンスだけでもつけてあげるといいかもしれません。あとすいません、ここもねちょっと忘れてましたね。
はい、主にね、三つ編みの先っぽが筆みたいな感じになっていたので、これも少し自然にね、毛先を修正しました。あと、背景なんですが、真っ白でも全然いいんですが、めっちゃ簡単にこんな感じにしてあげてもいいと思います。はい、若干ね、キラキラみたいな記号をつけてあげる。これだけでも随分この子の雰囲気を強調してくれるので、最後の最後、背景描くの面倒だけどなんか描きたいなと思ったらこうしてみるのもありだと思います。はい、といったところで今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。今回の添削はかなりちょい足しでね、そんなちょっとのちょい足しでなんか変わんのって思った人もいるかもしれませんが、その積み重ねによってね、かなり印象が変わったのがお分かりいただけると思います。結構可愛くなったでしょ。はい、今回は可愛くするためのちょい足し要素について解説を加えつつ添削を進めてきました。元のイラストを大きく変えることなく、ちょい足し要素だけでも可愛さをアップできたのがお分かりいただけると思います。今日の要素はどなたのイラストにも当てはめてすぐに使えるものばかりだと思いますので、ぜひね、今日の動画どのテクニックを自分の絵に落とし込んでやろうかなと思いながら、ぜひね、もう一度視聴してみてください。きっとね、あなたの絵を可愛くするヒントが見つかると思いますよ。はい、それと可愛く描けたら SNS でバズりたいっていう人も多いと思いますが、そんな時にはこちらの動画、イラストバズる方法を教えますも役立つと思います。気になった方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか。気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。